日本近現代史をどう見るか。第9章。歴史はどこへ行くのか。吉見俊也。歴史の断層とは何だろう。歴史の変化には誰の目にもはっきりと見える断層と、同時代人の目には見えないけれども、私たちが経験する世界を基盤から変えてしまうような構造的な変化があります。例えば1945年の敗戦や60年安保などは前者の恒例でしょう。これに対して後者はいつどんな契機から変化が起きたのかを簡単に断定することはできません。数百年単位の変化もあるでしょうし、数十年単位の変化もあります。いわゆる近代化、つまり近代以前の様々な形態の社会が、すべからく近代という巨大な制度の内部に組み込まれていくプロセスは、人類史にとって極めて大きな数百年単位の変化です。これに対して本シリーズの第9巻で論じたのは、そのような近代の内側の変化であるかもしれないが、戦後日本という冷戦体制の中で、1950年代から60年代にかけて立ち上げられた歴史的主体が、70年代半ば以降、徐々にその中身を空洞化させ、内側から崩壊していく数十年単位のプロセスです。確かにこの崩壊が多くの人々の目にはっきり見えるものとなったのは、1990年代半ばのことでした。バブル経済の崩壊と自民党長期単独政権の終わり、そして阪神・淡路大震災やオウム真理教事件が、この崩壊プロセスを実感させていきました。しかしこのように経済、政治、社会の各方面で露呈していった戦後日本の崩壊の規定には、どのような構造的な断層が存在したのでしょうか。バブル経済の出現と崩壊、保守政治の不安定化の背景には、どんな新しい政治経済の行動変動が存在するのでしょうか。そしてまた、オウム真理教事件のような出来事は、現代日本人のいかなる意識や感覚の変化と結びついているのでしょうか。1990年代以降、この国では何かが終わろうとしていきました。90年代の細川政権では不完全に終わった政権交代が、その後の16年間に及ぶ曲折を得てようやく本格的に実現し、苦しみながらも民主党による様々な挑戦が始まっている現在、私たちは90年代に露呈した社会の構造的な変化が、どのような歴史と構造の中で起きたものであったかを明らかにする必要があります。本シリーズの第9巻はまさにこの課題に挑戦したものです。今私は構造という言葉を使いました。この構造というのが厄介な言葉です。諸要素が複雑に結びついた状態があり、個々の要素の具体的な中身の変化に関わりなく、結びつき全体を成り立たせている何らかの方程式のようなものを構造と呼ぶ点では、多くの立場は一致しています。しかし、ここから先は対象とする社会の機能や活動の連鎖関係に注目するか、それともその社会を社会として成り立たせている世界像や意味に注目するかで、構造の理解はかなり異なったものになります。ここではとりあえず前者をシステムの展開の次元、後者をリアリティの存立の次元と呼んでおくことにしましょう。システムの展開の次元には私たちがよく経済構造や政治構造、社会構造といった言葉で示す構造の諸局面が存在します。この次元の構造変化は客観的なデータに基づいて俯瞰的に観察されます。これに対してリアリティの存立の次元には無意識的な位相と意識的な位相、あるいは個人の位相と集合的な位相などが存在します。この次元はどうしても誰にとってのリアリティかという認識主体の側からの視点を抜きにしては語れません。歴史というのはこのような2つの構造の次元が相互に結びついたものですから、具体的な事象の中でシステムの展開とリアリティの存立がどのように結びついていたのかを考えていかなくてはなりません。システムの展開の次元とリアリティの存立の次元は相互に入れ子のような関係になっていて、どちらかが主で他方が従という関係ではありません。つまり、いわゆる下部構造と上部構造というような関係ではないということです。人々が共有するリアリティは確かに社会システムの中で生産されてきますから、リアリティはシステムの展開の副産物だと思われるかもしれません。しかし、より根底的な次元から社会を社会として成り立たせ、その再生産を支えているのは無意識的、意識的に人々に共有されているリアリティの構造です。言語学の知見を未開社会の分析に応用して成功した構造主義以降、実に多くの人類学者、歴史学者、社会科学者が、現代に至る社会についてこうした意味での構造の解析を試みてきました。そしてこの文脈でかつてマルクス主義が盛んに語っているイデオロギーにも、新しい視座からの考察がなされるようになってきましたし、近年では構造とイデオロギーを活用しつつ、植民地主義やジェンダー差別、階級関係が文化次元から解析されていきました。転換点としての1970年代、話を90年代以降の日本に戻すなら、この頃までにはっきりと露呈する日本社会の構造変化も、システムの展開とリアリティの存立の両方の次元を含んでいます。
前者はどちらかというとマクロな話で、この次元で90年代に顕著になる最大の変化はグローバリゼーションです。この動きが本格化したのは世界の金融が変動相場制に移行した70年代半ば以降で、オイルマネーの勃興と社会主義国家の崩壊、繰り返される金融危機と国民国家の動揺などがこれに続きました。他方、リアリティの存立という次元では、70年代初頭までの人々が現実の彼方にある夢を追い求めた時代が終わり、80年代を通じて日々のリアリティは、もはや現実とその彼方にあるべき夢との緊張関係を失われた虚構の地平で営まれていきます。こうして90年代に顕在化する崩壊の初相は、システムとリアリティのどちらの面から見ても、すでに70年代から起きていた変化の結果であったことがわかります。本シリーズの第9巻では、このように70年代を転換点とする現代日本社会の構造変化を、いくつかの具体的な事象の対象で例示しました。例えば同じ自民党政権でも、池田隼人から田中角栄までの政権と、長曽根康弘から小泉純一郎までの政権では、その施行する政策の軸が明らかに異なります。田中角栄までの保守政権は、高度経済成長による開発利益の地方還元、つまり成長の富を地方の産業基盤整備や道路やダムの開発に投資し、その見返りに選挙民から支持票を集めることで成り立っていました。この利益再配分の仕組みは福祉国家というよりも土建国家と呼び得るものでしたが、80年代以降、長曽根政権から小泉政権までが施行したのは新自由主義、小さな政府で、大きな政府という発想は徐々に否定されてきました。こうして英国のサッチャー政権や米国のレーガン政権からブッシュ親子政権までと同様、新自由主義的な国家モデルがグローバル化する中で、日本でも国設民営化から居有制民営化まで、公共的サービスの民営化が進められました。経済的富の追求が第一とされ、国立大学や博物館のような学術機関にまでも経営的な観点が導入されていきました。当然、このような国家モデルの転換は産業構造の大きな転換と対応するものでした。すなわち石油化学コンビナートに代表される重化学工業主導型重工長大の経済から、半導体からインターネットまでの情報サービス産業中心、契約単焦の資本編成への転換です。この転換は企業の組織原理も変化させ、年功序列と集団主義を基調にした日本型経営の優秀さを喧伝する声はしぼみ、個人の能力や業績を厳しく査定する成果主義的な経営管理が広がってきました。ネットワーク化された情報の高速処理を基盤にした新しい産業体制は、それまでの体制よりもはるかに変化が早く流動的です。これに対応するためにも企業は正規雇用の従業員の割合を減らし、リストラを進め、非正規雇用の割合を拡大させていきました。結果的に不況時には一挙に雇用が崩壊し、社会全体が不安定化していくことになりました。このような急激な社会の不安定化は80年代までは想像もできなかったことです。これらの政治や経済の構造変動と虚構の全面化とでも言うべきリアリティの存立規制の変容が果たしてどのように結びついているのかに答えることは簡単ではありません。後者の変容は象徴的には1958年に完成した東京タワーと83年に開園した東京ディズニーランドの対象によって示すことができます。60年代集団就職で上京したての頃に東京タワーに登り、眼下のプリンスホテルの芝生やプールのまばゆさを脳裏に焼き付けていた少年長山則夫は、68年秋、そのプリンスホテルのプールサイドに侵入したのをガードマンに見つかったところから、連続ピストル射殺事件を起こしていきます。長山の犯罪は夢の時代の因果、最終的な夢の実現から排除されたものの、夢破れての奇跡の結末でした。これに対し、80年代末に起きた宮崎勉の連続幼女誘拐殺人事件では、殺人そのものが現実的な回路が失われた虚構の感覚の中で実行されます。同様の変化は若者たちが引き起こしていった社会的事件にも認められます。夢の時代が内包する自己否定の契機を極限まで押し進めたのが、1971年から72年にかけての連合赤軍事件だったとするなら、90年代虚構の時代のリアリティ感覚を極限まで押し進めたところで生じたのはオウム真理教事件でした。以上で概括した2つの事件の構造変化、すなわちグローバリゼーションの中での新自由主義的国家モデルやフレキシブルな資本編成の全面化と社会的なリアリティの虚構化は深いところで結びついています。その結びつきは複雑ですが、一つの平行的な現象が生じているように思われます。それは国民国家の空洞化と、そのような国民国家の中で想像イコール創造、イマジネーションイコールクリエーションをされてきた近代的自我の空洞化です。戦前までの日本は天皇を超越的な準拠点としつつ、国家の統合と帝国への展開、そのような膨張国家の基盤をなす親民の創出を推進してきましたし、戦後はこれが植民地なしの国民国家とその国民の主体性を技術的な優秀さや経済発展に固くすることで再構築するモードに転退していきました。
ところが90年代以降に顕在化したのは、この戦後的な国民国家の妖怪と、そこで育まれてきた自我の空洞化です。私たちの時代のリアリティの虚構性は、単にテレビなどの視聴覚メディアの偏在化で、世界が疑似イベント化したからではなく、国民国家が緩やかに崩れていく中で、そもそものリアリティの止め金としての自我があやふやなものになってきていることと関係しているのではないかと思われます。提起された問題点。第9巻、ポスト戦後社会で扱ったのは以上のような1970年代以降の日本社会の歴史です。この本について私が教えている大学の学生たちから批判的なコメントを出してもらいました。そのコメントで最も多かったのは、家族、地方、社会運動の3つのテーマについてでした。著者は社会学や文化研究を基礎にしていますから、政治や経済についてのコメントが少なかったのは不思議ではありません。しかし、社会文化的な分野でもメディアや都市や消費社会など以上に、家庭、地方、社会運動といったテーマにコメントが集まったのは、最近の若い人々の関心を象徴しているのでしょう。例えば、まず家族については、私は同書の中で家族の結合力の弱まりについて言及しましたが、それを電子メディアと関連づけることに対しては、電子メディアの利用度の高いものの方が家族とのコミュニケーションも頻繁に取れているというデータもあり、電話のようなパーソナルメディアが家族を電子的に分解させていったとは言えないとの意見がありました。また格差の拡大と未婚化や少子化の傾向を結びつけることに対しても、未婚化少子化の原因を格差拡大に求めるのは乱暴ではないか。できちゃった婚の割合がかなり大きくなってきているのを見ると、経済的な理由による結婚の抑制という現象がどれほど大きいか疑問との意見も出されました。私は同書で電子メディアが一方的に家族を解体させるとも、格差拡大が少子化の主要な原因だとも書いてはいないのですが、それでは現代日本に広がる家族的中体の弱まりや未婚化、少子化といった傾向の原因は何かと問われても、これに明快に答えるのは困難です。携帯電話やインターネットの日常生活への浸透は、家族関係を維持する方向にも分解する方向にも働き得ますし、経済的な格差拡大が顕在化するのはここ十数年の現象ですが、少子化はもっと前から始まっていますから、格差拡大は少子化の主要な原因ではありません。しかし、すでに家族が分解しつつあるところでは、電子メディアは解体を促進させる可能性がありますし、少子化の根底的な要因が変化しないまま格差拡大が進んでいくと、この傾向をさらに強める可能性があります。90年代以降、日本社会の様々な領域で社会的な結合が緩んできましたが、その根底には市場原理の全面化、その結果として生じた公共領域や共同性の領域の縮減という事態がありました。家族の領域で様々に起きていったのは、そうした市場原理の全面化と個々人のリアリティの世界での変化を媒介する位置にあった出来事だと言えましょう。それでは同時代に地方で起きたことの分析はどうでしょう。コメントには、東京以外を地方と一括りにすることには問題があるのではないか。中央と地方の格差是正を目指した新前層の地方分散型開発主義が地方の間での格差を生んでいったことも指摘すべきという批判もありました。なかなか鋭い批判で、確かに地域開発の問題を適切に捉えるには、地方間の格差の問題に本気で向き合わなければなりません。しかも同様の格差や不均衡は地方内部にもあり、ある学生は政府の農業支援策は個別農家ではなく農協の利権を保護しているだけで、これは単純に農業を切り捨てというよりも、農協と農家、専業農家と兼業農家の関係が温存されてきたことを問題にすべきだと主張しました。地域間の不均衡に加え、地域の内部でも農協と農家、専業と兼業の間の不均衡が構造を複雑にしています。ポスト高度成長時代、地方が地域レベルで直面してきた問題を克服していくの方法も簡単ではありません。私は同書で地域主導のまちづくりを肯定的に評価しましたが、これについても観光に結びついたまちづくりの場合、懐かしさやふるさとのイメージを求める外部者の視線に合わせて街並みが改変されていく場合が多いと、著者のオプティミズムを批判する意見がありました。事実は全くその通りなのですが、問題は観光と結びついたまちづくりの虚構性を批判するだけでは、中央と地方、地方総合、地方内部のいずれのレベルにおいても、地方が直面している困難を克服できないことです。地方が幾重にも構造化された不均衡を生き、中央とのまた地域相互の関係を組み直していくには、すでにある構造の外に出るのではなく、その中の自己を演じ、それを逆手に取る戦略が必要です。実際に各地の街づくりがそうした自覚を持ってきたとは限りませんが、地方には中央よりも矛盾が集積するがゆえに、前者が後者よりも賢く巧みになっていく可能性もあるはずだと思います。そしてもう一つの焦点が社会運動です。1950年代から70年代までの展開は、大雑把には政治から経済へ、革命から消費へ、左翼から市民へといった標語で要約されます。しかし学生たちの意見の中には、消費社会と社会運動を対立的な関係で捉えるのは単純化しすぎであるとか、
1970年代以降に台頭する新しい社会運動もまた、一種の消費として分析するべきといった意見がありました。確かに現象を社会的な需要の面から捉えるならば、70年代までに消費社会は運動も飲み込んでしまっていたかもしれません。メディアによる事件のスペクタクル化はどんどん進みましたから、浅間山荘事件はすでに虚構の時代の事件と見るべきという意見にも一理あります。しかし視点を需要の面から運動する人々の主観的な意識の面に移したときには、70年代前後には、まだ前の時代からの連続性の方が強く、これと需要の面での消費社会化とのギャップが甚だしかったことを、浅間山荘イコール軽井沢という場所に注目して示そうとしたわけです。近年、戦後の社会運動に再び関心が集まりつつありますが、70年代まで年代までの運動と同時代の消費社会の関係は複雑で、一筋縄ではいきません。今回の学生からのコメントでも、なぜ若者たちだけが60年代末まで強い政治意識を持ち続けたのかがよくわからないという意見がある一方、運動内部の世代間対立、あるいは学生たちの偏差値対立の視点がない、選挙党との関係で三島由紀夫の位置にも言及すべき、連合赤軍による一連の事件をシステム的に捉えすぎている、もっと人間臭いドラマがあったはずという意見もありました。いずれも社会運動の内部構造に関わる論点で、これらに応えていくには、60年代の運動をもっと内在的に記述していく必要があります。幸いこの時代の当事者はまだ多くが存命ですから、人類学ないし口述史、オーラルヒストリーの方法が有効です。口述するように20世紀を扱う現代史は、それ以前の歴史とは記述の資料的環境は根本的に異なっており、1、新聞や週刊誌の記事を含めた膨大な文献資料。2、普通の人々によっても取られていった膨大な映像資料。3、生き証人たちの口述史といった幾通りかのアプローチが相互参照し、総合する必要があります。50年代、60年代の運動史はそうした作業の格好のジャンルとなるでしょう。歴史記述のデジタルな地殻変動。結論に入る前に今言及した歴史記述の資料的基盤のうち、文献と映像がインターネットとデジタル技術の発展の中で急速に膨らんでいることに触れておきます。第一の文献資料に基づく歴史の記述は、これまで歴史学が最も得意としてきた方法ですし、特に公文書記録や統計資料の扱いは歴史学が高度に熟達しています。私自身は社会学系の研究者ですが、この面での歴史学者の精密な検証に大きな敬意を持っています。こうした近代史などにおいて培われた方法論的厳密さを現代の歴史分析でも深めていくことはもちろん必要です。しかし近年インターネットの普及と国立公文書館アジア史歴史資料センターなどをはじめとする機関でのデジタルアーカイブ公開の流れの中で、日本でもネットからアクセスできる資料が劇的に拡大しつつあります。実際アジア歴史資料センターの横断検索システムは画期的な試みですし、人間文化研究機構の研究資源共有化データベースにも相当の資料データが蓄積されてきています。これらのデジタルアーカイブが興味深いのは、多くの貴重な現代史資料が公開されているだけでなく、両機関とも異なるアーカイブをつなぐ横断検索システムを発達させているからです。さらに近年、国立国会図書館も電子図書館化に積極的な取り組みを始め、同図書館の近代デジタルライブラリーではすでに明治大正期の書籍15万冊以上がネット公開されています。単に大学などで公開されているデジタルアーカイブを加えると、すでに日本でも膨大な文献資料がネット上の検索システムに載るようになっています。国会図書館ではすでに40に及ぶデジタルアーカイブをつないだポータルサイトも開設しています。近現代史では公文書や統計資料だけでなく、新聞や雑誌も重要な歴史資料です。これらについても近年、紙面のデータベース化が進んでいます。この動きに先鞭をつけたのは、読売新聞社のデータベース、明治大正昭和、現読み出す歴史館でした。このデータベースは読売新聞が発刊された1874、明治7年から現在に至る135年間の新聞紙面を一般記事のみならず広告までも含めて検索可能にした点で画期的でした。これによって同誌に掲載された些細な三面記事的な出来事まで含めて検証可能になったのです。読売に続き朝日新聞も明治大正期のすべての新聞紙面をデータベース化する作業を進めています。これらに対し他の主要全国紙や地方新聞も非常に重要な資料基盤ですが、財政的余裕がないところでは全紙面のデータベース化は困難です。またいくつかの新聞データベースは一般の研究者や学生ではとても利用できない課金システムになっている場合もあります。今後何らかの公的支援によって主要なすべての新聞紙面のデータベース化を進め、研究教育の観点からも公共性のある課金システムや横断検索システムの構築を進めていくべきでしょう。デジタル化の中で資料環境が激変しているのは文献、テキスト形式の資料だけではありません。もう一つ、20世紀の歴史が記述される上で、それまでの世紀とは決定的に異なる条件が出てきています。それは膨大な映像、写真と動画資料の存在、
より正確にはその保存と活用に向けての動きの活発化です。もちろん写真が発明されたのは19世紀初頭ですから、19世紀半ばから少なからず古写真資料が存在しています。しかし、プロの写真家が撮った風景写真や人物写真が商品として流通するという域を超えて、写真がごく普通の人々によって日常的に撮られていくようになるのは20世紀のことです。同時に19世紀末に発明された映画が定着していく中で、記録映画のジャンルが成立し、都市の雑踏からダム建設、数々の社会的事件まで、それぞれの時代の出来事が映像に記録されていく機会が激増していきます。ごく最近までこれらの写真や動画はその所蔵者以外、一部のコレクターや当該分野の専門研究者に知られてはいても、より広く研究者や学生が気軽にアクセスできるものではありませんでした。しかし、これもインターネットの普及とデジタルアーカイブ化の進展によって決定的な変化が起きつつあります。全国の公文書館や博物館で写真の公開を始めているところは少なくなく、例えば沖縄県公文書館では6万点近い沖縄戦と米軍統治期の写真資料がネット公開されています。国内のアーカイブではありませんが、Google 社もライフ誌の写真を公開しており、戦後日本の歴史的瞬間を捉えたものも少なくありません。他方、動画分野のデジタルアーカイブには公共的な映像配信の点で未発達です。YouTube 等には歴史的映像もアップロードされていますが、出所が曖昧で関連データも不十分なため、研究素材としてはあまり使えません。国際的にはフランスの国立視聴覚研究所 INA をはじめ、欧米の映像アーカイブが革新的な映像配信を始めており、韓国の映像資料院の映像配信体制も急発展してきました。これに対して日本では NHK アーカイブスが研究者向けの映像の公共的利用にようやく道を開き始めたところです。この NHK アーカイブスには、番組数にして70万作品、ニュース映像にして480万項目が蓄積されており、テレビ映像のアーカイブとしてはアジア最大のものになる可能性があります。また国立近代美術館フィルムセンターにもすでに20万巻、長編映画4万本分の映画フィルムが収蔵されています。強調しておきたいのは、日本にはこれらの機関以外にも膨大な映像フィルムがまだ残っていることです。個人愛好家のものは別にしても、各地の公民館や図書館の倉庫には戦後その地域で公開されてきた記録映像が収蔵されていることがあり、また各地の映画現像所の倉庫には、フィルムの複製用に保管された映画フィルムが5万本以上は残っているとされます。前者の場合、フィルムは繊細な保管状態の管理が必要であるにもかかわらず、不適切な湿度、温度の中に置かれているため、腐敗が進行してしまうことが少なくありません。本来ならばこうした多くの映像は一刻も早く保存環境が整うフィルムセンターの管理に関し、公共的な活用に道を開いていくべきです。ところが実際にはそれらのフィルムの原版所有権や著作権の処理が非常に複雑で、所蔵者は保管しているフィルムを寄贈したくてもできない法的環境に置かれている場合があります。学術的に貴重な過去の映像がもうこれ以上失われないようにするには、どうしてもこれら権利処理を公共的資格で担保する法制度の整備が必要です。歴史記述の未来に何が起こるか。以上のように近現代史の資料環境は文献と映像の両面でデジタルな地殻変動を起こしています。そう遠くない将来、近現代史であれば公文書と新聞紙面、各種の映像資料を相互に照らし合わせながら考察を深めることができるようになるでしょう。国会図書館のポータルサイトが示唆するように、何かのテーマについて、特定のポータルサイトから世界各地に散らばった多様な形態の資料を横断検索できるようになるはずです。ここから少なくとも次のような歴史技術にとって重大な変化が生じていくことになると予想されます。まず、これまでとは比較にならないぐらい遠く離れた各地の記録の相互参照が容易になってきます。かつてコペルニクスが地動説を確信することができたのは、何か新しい科学上の発見があったからではありません。印刷術の発明によって、彼はそれまでの科学者には不可能だったほど多くの印刷された知識を蔵書していくことができました。そのことがそれまでに蓄積されてきた科学的データの相互参照を可能にしたのです。それと似たことが今、インターネットの普及とデジタルアーカイブの誕生によって、創生によって生じつつあります。異なる地域で保存された政府と自治体、行政機関の公文書や新聞記事、映像記録を相互参照することで、歴史的な事実とされてきたことのより厚い文脈での記述が可能になってくるはずです。おそらく第二にそれらの多層的なデータのズレや重なりが、関係者へのオーラルヒストリーの実践を刺激し、またそれを文脈づけていくことになります。インターネットから容易に獲得できる情報量が爆発的に増加したとしても、関係者と面会して証言を得ていくことや、過去に出来事が起きた場所に出向いて現場検証を重ねることは、ますます研究者には欠かせぬ手続きとなってくるはずです。そしてここでも IC レコーダーの普及と今後さらに進むだろう音声認識技術の発達によって、膨大な人々の語りを蓄積し、それをテキスト化していくことが技術的にサポートされていきます。
そうすると、それぞれの研究者やジャーナリストの仕事部屋には、極めて多くのインタビュー記録がデジタル形式で蓄積され、その情報の公共的な保管や公開をめぐる倫理や制度的な環境の整備がこれまで以上に問題になってくるでしょう。第3に、すでに述べた膨大な現代の映像記録を未来の歴史研究者や学生たちがどのように読み解いていくことができるか、映像分析の方法論が本格的に問われてきます。そのような映像分析の方法論は、これまでならば映画研究、フィルムスタディーズや美術史、アートヒストリー、メディアスタディーズなどの分野の研究者によって試みられてきたものです。それらの領域での知見が今後の歴史研究にはますます本格的に導入されていくことが必要になってくるはずです。21世紀の技術的環境の中で歴史を記述しようとする者は、とりわけその対象が近現代であるならば、研究の重要な資料となる写真や動画映像について、その媒体や撮影技術についての知識、記号学的な映像分析に関する知識、そして映像制作やオーディエンスに関するメディアスタディーズ的な知識を十分に持ち合わせていなければなりません。最後に映像のみならず文献的なデータの分析手法にも決定的な変化が生じつつあることを付言しておきます。近年、コンピュータ科学の分野で発達した自然言語処理の諸技術が、社会的な記事や学術的な論述の分析にも応用され始めています。単純なキーワード検索では飽き足らず、テキストの中で使用されている用語の文脈上の位置から、用語間の距離を計算し、その関係を可視化していくことが可能になっています。つまり、ある言葉の使用と別の言葉の使用はどのくらい似ているのか、似ていないのかが、語用論的なレベルの機械処理で解析できるのです。このことは未来のコンピューターはデータベースの横断検索によって収集された多量の文献データを短時間で処理し、その中にある概念の基本的な構造やその歴史的な変化を抽出できるようになることを意味しています。つまりこれまでなれば思想思考の本領であった作業のあるところまでをコンピューターが一瞬でしてしまう時代が到来するのです。実際 OCR、光学式文字読み取りシステム、つまり画像データの中の文字列を既存の文字パターンとの照合によって読み取り、自動的にテキストデータに変換するシステムは、現在急速に能力を向上させつつありますから、国会図書館や国立公文書館に所蔵されてきた膨大な活字資料が画像データにとどまらず、テキストデータとしてもデジタル化されていくことになる日がいずれ来ます。そうすると、そうしてテキストデータ化された膨大な文献資料について、各地のコンピュータ科学者と人文科学者の連携プロジェクトが、その内部の概念関係や言説構造を可視化していく作業に手をつけていくでしょう。私はそのような技術的展開が熟達した思想史家や歴史家の仕事を不要にしてしまうとは決して思いません。しかし歴史家たちの方法論にコンピューターはこれまで以上に深く影響を及ぼしていくことになるはずです。コンピューターの最大の特徴は人間技では不可能なほどの大量の情報を一気に処理できることです。数万本、数十万ページという一人の人間ならば一生を費やしても流し読みですらできない量の文献使用でも、コンピューターならば短時間に大まかな分析をしてみせることができます。しかしそこから先はやはり専門家の出番なのであって、コンピューターによる大量の情報処理によって可視化された構造を踏まえつつ、いかにより深い考察を展開していくかが個々の研究者に問われてきます。ポスト戦後社会の行方。話を本題に戻しましょう。21世紀日本社会はどこへ向かいつつあるのでしょうか。90年代以降、韓国や台湾が危機を必死で乗り越え、中国が大発展していくのを目の当たりにしつつ、日本は長期の低迷を続けました。中国ほど巨大ではなく、韓国や台湾ほど小回りが利くわけでもないこの国は、主事の危機に大胆な対応ができないまま、緩やかな崩壊を続けていったとも言えます。その間に豊かな日本の幻想をはじけ、格差が身近な現実となる中で、経済的な先行きは内的には民主党政権の誕生でようやく新たな一歩を踏み出したようです。すでに細川政権による最初の政権交代から16年の歳月が経っており、多くの転換のチャンスが失われました。しかし全国のダムや道路建設の中止、業務仕分けや普天間問題への対処など、発足間もない鳩山新政権の取り組みは、少なくともこれまでのいかなる自民党政権とも異なる変化の可能性を感じさせるものです。失われた10年どころか失われた20年を漂い続けることになった日本社会が今日直面している廃炉を突破していくことができるのか、2010年代は正念場となるでしょう。こうして現在何かが確実に終わりつつあります。では現在この終わりの先で新たに何かが始まろうとしているのなら、それは一体何でしょうか。この問いは第9巻のタイトルであるポスト戦後社会のポストとはいかなるポストなのかという問いとつながっています。そもそも戦後時代がポストウォーなわけですから、まずは戦争の終わりがいつだったのかということが問題です。実際世界史的に見るならば第二次世界大戦後のポストウォーは戦争なき時代の到来を意味したのではなく、冷戦という新たな純戦時の到来でした。
この時代のアジアでは朝鮮戦争とベトナム戦争という2つの大規模な戦争が起こります。同じ頃、中国では文化大革命の闘争が繰り広げられていましたし、韓国、台湾、フィリピンは軍事独裁体制に支配されていました。少なくとも70年代半ばまで東アジア、東北および東南アジアにおいて戦後は到来していなかったのです。東アジアに戦後が到来するのは中国が文化大革命の混乱を収束させて改革開放政策に転じ、カンボジアでのポル・ポト派による大虐殺が終わり、韓国や台湾では民主化運動が盛り上がっていく70年代末以降のことです。つまりポスト戦後社会は東アジア全体で考えると戦後社会そのものだということになります。したがって日本の戦後と東アジアの戦後には約30年間のギャップがあり、その間、日本と東アジアはそれぞれ戦後ならざる戦後の時代を生きていたことになります。国内的に見るならばこの30年間、つまり1945年から70年代半ばまでは、日本が復興期から高度経済成長期へと飛躍していく輝かしき時代でした。無論30年間同じように流れたのではなく、ちょうど中間の1960年前後で前期と後期に分かれます。前期は占領からポスト占領への流れであり、軍事政治的な支配者としてのアメリカが嫌がおでも強烈に意識されていた時代でした。この点で日本と他の東アジア諸国の間にはまだ共通点があったとも言えます。しかし後期の60年代以降は、文字通り日本が高度経済成長にひた走る時代ですから、東アジア諸国との歴史的経験の共通性は見えなくなります。そしてこのような日本の戦後、東アジアの準戦時が終わるのが70年代半ばからなのです。70年代末以降、東アジアは本格的な戦後の時代へ、日本の経験からするならば、ポスト戦後の時代に入ってきます。韓国や台湾では80年代を通じて民主化闘争が展開され、90年代になると中国に市場経済が浸透し、東アジアは何よりも経済で深く再び結びつき始めます。日本は80年代にバブル経済に沸いた後、長期的な停滞期に入っていきますが、同時代に他の東アジア諸国は成長を重ね、四半世紀ばかり早くに豊かな社会を実現していた日本との差異はどんどん小さくなってきました。現在では東アジア諸国から若者たちが職を求めて日本に流入してくるだけでなく、日本から香港や台湾、東南アジアに若者たちが職を求めて出ていくようにもなっています。戦後日本とポスト戦後日本では国内的に見るならば、前者の発展と後者の停滞が対象されますが、国際的に見ると前者の単独性に対し後者では他のアジアの諸国との共通性が拡大していることに気づきます。したがって21世紀の日本とアジアの可能性は、70年代までの戦後日本がアメリカの傘の下で享受してきた単独性にではなく、日本が停滞期に入る90年代以降、東アジアに広がっていく共通性にこそかけられているのではないでしょうか。90年代以降、東アジアの共通化イコール統合化は、とりわけ経済と文化の2つの領域で著しく進みました。経済面では日本と中国の貿易額は2004年に22兆円に達し、日米の貿易額を凌駕します。これに日韓、日台、日本と東南アジア諸国の貿易額を加えて考えれば、2000年代後半に東アジア圏内での経済関係の重要性は、日米経済をすでに上回りつつあると言います。他方、文化について言うならば、90年代には日本のトレンディードラマや J-POP の音楽がアジアで流行してきましたが、やがてこれが韓流ブームにも広がり、大都市の新中間層を基盤とした大衆消費文化の共通性が増殖していきます。韓流スターやジャニーズアイドルに対する熱狂は、東アジアの都市部でほぼ共通の消費感覚がすでに広がっていることを示しています。ところで私たちは本章の冒頭で、社会の構造的な変動をシステムの展開とリアリティの存立という2つの次元から捉える必要があることを確認しました。システムの展開はとりわけ経済の変化と深い関係があります。リアリティの存立はとりわけ文化の形式をとって表彰されます。ですから90年代以降、経済的文化的に日本と他の東アジア地域の結びつきが格段に強まったことは、システムとリアリティの両面で日本社会の中でアジアシフトが起こりつつあることを示唆しています。無論現在でも軍事政治、経済、文化のすべての面で、アメリカは日本社会の動向を左右する最大の因子として作用し続けています。したがって今後もしばらくの間、日本はアメリカとアジアの間でそのポジションを細かく調整していくことになるでしょう。しかし日本社会のアジアシフトは、すでに文化や経済といった人々の生活に深く関わる分野で確実に進行しているのです。21世紀の日本は20世紀の日本よりもアメリカとの間に徐々に距離を取り、アジアに近づいていく方向、脱米入和に進むでしょう。それができなければアジアの中で日本は孤立し、未来への展望を失ってしまいます。21世紀中央までに日本と中国や韓国、東南アジア諸国との間の文化的、経済的障壁がますます低いものになったとき、この新たな文化経済圏からどのような歴史の未来が生まれてくるでしょうか。その頃までに東アジアにも EU に似た共同体を構築していくことは可能でしょうか。もしも歴史がそのような方向に進むとすると、日本はいわば
EU の中のイギリスに似た位置を取ることになるかもしれません。しかしもちろん東アジアで北朝鮮問題を考えることは、ヨーロッパで東欧問題を考えることとは事情が異なります。何よりも日本や韓国には今も膨大な米軍が駐留し、広大な面積を基地として使用し続けています。この現状は沖縄において圧倒的で、沖縄の米軍基地問題は北朝鮮問題が何らかの解決を見た後の東アジアで最大の問題の一つになる可能性があります。沖縄問題が世界史的にもそれほど重大な問題なのだということに、多くの本土の日本人はアメリカ人と同様全く無自覚です。そのような中で20世紀の東アジア史の構想において、近現代の日本史研究が培ってきた地は、どのような貢献を果たしていくことができるでしょうか。私はともすれば大陸中国が中心になりがちなアジアの歴史像を、むしろ日本列島や朝鮮半島から琉球諸島、台湾を得て、フィリピンやインドネシア諸島、マレー半島に至る長大な半島島嶼地帯の地座から相対化していく役割があるという気がします。この長い沿岸地域は近代には軍事国家日本によって最も激しい侵略を受けた地域ですし、戦後はアメリカの軍事的覇権が最も強く働いた地域でした。アジア太平洋戦争の激戦と朝鮮戦争、ベトナム戦争はいずれもこの沿岸地帯で起きたのです。しかし歴史をもう少し遡るなら、この地域は海上交通で相互に結びつき、無数の商人や学者、渡来人、海賊などの交流で栄えていました。実際、日本列島とフィリピン諸島にはそれぞれ約7000、インドネシア諸島には約1万7000の島々があるそうですから、太平洋の島々までを含めれば、この一帯にはおそらく5万を超える島々が散在しています。島はそれぞれが小宇宙をなし、多様性の宝庫です。そのような無数の島や半島が結びつくことで営まれてきた歴史、そしてその歴史を自ら抑圧した近代日本と後継としてのアメリカの軍事的覇権、21世紀の東アジアで日本列島の歴史をナショナルヒストリーの呪縛から解放しつつ、なおこれまでの研究の知見を豊かに生かす可能性は逆に膨らんでいるように思うのです。おすすめの5冊。1、ノーマ・フィールド、大島薫役、天皇の行く国で、みすゞ書房、1994。昭和の終わりに立ち会い、沖縄国体で日の丸を焼いた知花正一、自衛官合祀違憲訴訟を起こした中谷靖子、天皇の戦争責任を問うた長崎市長の本島仁の3人への深い聞き取りから、戦後に服在していた新鮮を浮かび上がらせます。天皇の死への反応については、栗原明ほか編、記録天皇の死、1992年も拝読してください。2、宮台真司、石原秀樹、大塚明子、サブカルチャーシーンの解体、ちくま文庫。1980年代のサブカルチャーを漫画、ポピュラー音楽、セクシャリティの3つの対象に焦点を合わせながらシステム論を基礎にその歴史的な展開を解析してみせた本で、出版時にはサブカルチャー研究の新しい可能性を開くものと話題になりました。社会学の定量分析と文化史的な資料をどう結びつけていくか示唆に富みます。3、田島純子、世界都市東京のアジア系移住者、学文社、1998年。1980年代以降の日本の都市の変化で最も重要な傾向の一つはグローバル化です。本書は著者の長年の社会学的調査に基づき、東京の池袋や新宿などの地域でエスニックネットワークや独自の文化世界がいかに拡大していったのかをアクチュアルに描き出していきます。同時期の東京の変化を俯瞰的に捉えた知的ガイドブックとして、吉見俊也、岡林幹夫編長、東京スタディーズ、2005年も併読してください。4、大沢正知、虚構の時代の果て、千曲学芸文庫。1990年代最大の社会的事件の一つであったオウム真理教事件について、この宗教のいかなる教義や実践の体系が現代の若者たちを巻き込み、やがて内と外に向けた殺戮に至らしめたのかを精緻に読み解いて、虚構の時代の真部に迫っていきます。5、船橋春俊、長谷川光一、飯島信子編、巨大地域開発の構想と帰結。東大出版会1998年。日本の環境社会学を代表する3人が中心になって1990年代、青森県六ヶ所村を中心とした陸奥小川原開発の問題についての共同研究が進められ、その成果として出されたのが本書です。郊外道路や新幹線建設、ダムと原発等、地域開発と公共事業の問題を考える上で、六ヶ所村の問題には現代日本社会の問題点が集約的に露呈しています。